こんにちは。ものづくりの日にコピコボです。ピンク色に染めたい。ピンクで染めたい。ピンクにしたい。要するに赤系ですね。赤系の染めの中で僕がいろいろ試した中で一番綺麗だった植物。じゃん。ソヨゴです。これ風にそよいでいたからソヨゴという名前らしいんですけど、このソヨゴという植物が僕が一番試した中でピンクに一番染まりやすいピンク、赤系に染まるので、今回はこのソヨゴを使って染めをします。でこのソヨゴなんですけど、この辺り長野県では結構、名前を知ってる人も多い植物です。どうしてかというと、皆さんがお正月に飾りに使う榊ですね。榊が長野県では寒いのでちょっとうまく育たないということで、この植物は冬の間も緑色なんですね。で針葉樹と違うけどしっかり緑、寒い地域でも緑が残るということで、このソヨゴを榊の代用にする家も多いそうです。でこのソヨゴという植物は漢字で冬の青と書きます。冬にも青い色をつけている木ということでソヨゴです。でこの冬に青と書くソヨゴがピンク色に染まる、赤系に染まる。なのでそれがちょっと面白いなと自分では思っていて、桜の時もちょっとそうだったんですけど、ちょっとややこしい工程もあるんですが、慣れてしまえば結構簡単な染めができるので、是非この簡単に鮮やかに染めれる手順も含めて紹介していけたらと思います。コッペ工房はものづくりを日常にということをテーマに掲げた YouTube です。皆さんの中でものづくりしてみたいなという気持ちをよししてみようという思えるような、動画を作っています。なのでもし、このタイミングで気になったらチャンネル登録をしてもらうと嬉しいです。ソヨゴ染め始めていきます。どうぞ。これがソヨゴの葉っぱです。先っぽがちょっととんがっていて、葉っぱ自体はちょっと波打ってる感じがします。この時期は赤い実がついてて可愛らしいです。大きいものだと10メートルくらいの木もあるんですが、周りに小さい木が結構生えるので結構採取はしやすいです。今回もキッチンバサミを持ってきて切ってます。キッチンバサミで切りながらナタを持ってくればよかったなと思ってますが、キッチンバサミでもとりあえずは採取ができました。採取してきたソヨゴの葉っぱだけを使います。一枚一枚取らなくても上から下にズズッと引っ張るとスルスル面白いように取れます。採取してきたソヨゴはだいたい 100g くらいでした。今回も染料を作る片手鍋1杯分くらいの量になります。切ったソヨゴは水洗いをして鍋に移します。そこに水を 1500ml 加えます。ここから染料を作っていきます。鍋を火にかけて中火で沸騰するまで温めます。沸騰したら蓋を取り、弱火で12分染料を作っていきます。緑から茶色に葉っぱの色が少しずつ変わっていくのがわかるでしょうか。菜箸で全体が浸るように動かしていきます。しばらく煮ていると緑色の葉っぱがなくなっていきます。12分経ったらざるでこして一番液の完成です。
1番液はまだ黄色く、これが赤色になるなんて想像がつきません。再び鍋に葉っぱを戻し、1500ml の水を加えます。そして2番液も再び火にかけて中火で沸騰するまで待ちます。沸騰したら弱火にしてまた12分間染料を作ります。12分経ったら火を止めます。再びざるでこして2番液の完成です。2番液はもうすでに赤みがかっています。こちらが1番液。まだ黄色いです。こちらが2番液。赤みがかってますが、まだ色は薄い感じがします。これで一晩置きます。一晩が経ちました。1番液も2番液も赤が濃くなっているのがわかるでしょうか。2日目は3番液と4番液を作ります。昨日使ったそよごをまた鍋に戻しています。そして再び 1500ml の水を加えます。火にかけて中火で沸騰するまで待ちます。沸騰したら火を弱火にしてまた12分間煮ます。12分が経ったら火を止めて鍋を上げます。3番液もざるでこします。3番液ができました。今回はちょっと茶色い感じです。再び葉っぱと水を 1500ml 鍋に入れて4番液を作ります。鍋を中火でまた火にかけます。沸騰したら弱火にして12分間煮ます。12分が経ったら火から下ろします。再びざるでこして4番液の完成です。今回はちょっとボールが足りないので3番液と4番液は一緒に保管することにします。今回は色違いを見るためにそれぞれ染液を分けてますが、1番液以外は全部混ぜてしまっても大丈夫です。2日目の染液はこんな色をしています。3日目、色がさらに濃くなりました。3日目が染液作りの最終日です。最終日は5、6番液を作ります。再び葉っぱを戻し、水を 1500ml 加えます。火にかけて中火で沸騰するまで温めます。沸騰したら火を弱火にして12分間煮ます。12分経ったら火を止めます。さらにざるでこしてこれで5番液の完成です。そしてまた葉っぱを戻し水を 1500ml 入れます。火にかけて沸騰するまで中火で温めます。沸騰したら弱火にして12分間煮ます。12分経ったら火を止めます。再びざるでこしてこれで6番液も完成です。
染液作りはこれでおしまいです。ここから3日以上寝かせます。3日が経ちました。それぞれの染液の色を見比べてみましょう。微妙な色の違いですが、1番液だけちょっと色がくすんでるような感じがしています。なので1番液は捨てて2、3、4、5、6番液を混ぜて染めをしたいと思います。片手鍋に 1500ml の染液を入れます。そして火にかけて温めます。ここからは染める布の下処理をしていきます。調整豆乳と水を1対1の割合で割ります。そこに綿のハンカチを入れます。まんべんなく浸るようにしっかり染み込ませます。よく染み込ませたら固く絞ります。そしてその豆乳の染み込んだハンカチをバサ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 振ります。ひら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 振ります。こうすることで綿の繊維に豆乳の成分がくっつき、タンパク質で下処理をすることができます。できれば完全に乾燥させたいですが、それも疲れてしまうので生乾きくらいで大丈夫です。ずっと振る体力がない方は平干しをしましょう。そしてそのハンカチを水洗いします。水洗いをすることで余計な豆乳を落とすことができます。焼きみょうばん小さじ2杯をお湯で溶きます。まずは熱湯で溶いて、その後に水で薄めます。いつもは後焙煎ということで染めた後に焙煎をしていますが、今回は先焙煎、染める前に焙煎をします。焼きみょうばんで作ったアルミ焙煎機の中にハンカチを入れます。まんべんなく浸して12分間焙煎します。12分が経ったら焙煎は終わりです。絞ってからよく水洗いをします。下処理も焙煎処理も終わったら絞り処理をします。今回はシンプルに輪ゴムのみで絞りをすることにしました。適当に布をつまんでそこに輪ゴムを結んでいきます。絞りが終わりました。そしてここから染めをしていきます。温め直した染液にハンカチを入れて弱火で12分間染めていきます。菜箸で定期的に動かすことによって染めムラを防ぐことができます。アラジンストーブの上でゆっくりゆっくり染めていきます。少し寒くてストーブはいるけどまだ植物が生えている今の季節が一番染めに向いている気がしています。12分が経ったのでざるにあげて染液を落とします。そして水洗いをして絞りを外します。絞りの模様がどんな感じになってるか楽しみです。
さてどんな感じでしょうか。じゃじゃーん。おー、これを陰干ししたら完成です。そよ後の染めが終わりました。じゃーん、こんな感じですね。綺麗な色になったと思います。やっぱちょっと赤系が強いピンク、ピンクっていうとなんかちょっとあれなんですけど、赤みがかかった綺麗な色になったと思います。で、今回、ハンカチ以外にもこんな感じで、じゃん、毛糸も染めていました。やっぱ毛糸の方が染まりがいいですね。こっちが面に染めたそよ後、こっちが毛糸です。で、そうですね、これからは、マフラー編んだり帽子編んだり、ちょっと毛糸をよく使う季節なので、綺麗なそよ後の色は重宝するかなと思います。ということで、コッペ工房ではこれからもものづくりを日常にということをテーマに、日常の中で取り入れられるものづくりの動画を作っていきたいと思います。もしよければチャンネル登録や高評価、あとはコメントなどよろしくお願いします。それではさようなら。